スネーク、液体燃料のタンクに C3 を仕掛けるんだ。液体燃料のタンクは4つ。その全てに C3 を設置する必要がある。タンクは全てシャゴホッドの近くにあるはずだ。オリーブドラブの戦闘服を着ているな。オリーブドラブ、通称 OD は一般兵用の標準戦闘服だ。迷彩の施されていない単色の戦闘服だからな。当然偽装効果も高くない。さっさと他の迷彩服に着替えた方がいいぜ。うまく格納庫へ潜入できたみたいね。C3 を液体燃料のタンクへセットして。タンクは全部で4つあるわ。設置した C3 を敵に解体されたら任務は失敗よ。C3 はできるだけ見つかりにくい場所へ設置するようにして。もし敵が C3 を見つけそうになったらすぐにその敵を排除するのよ。C3 を設置するところを敵に見られたら元も子もないわ。危険フェーズで C3 を仕掛けるのはやめて。分かったわね。4つのタンクすべてに C3 を仕掛け終わったら次元装置を作動させて。カウントが0になればすべての C3 が同時に爆発するわ。次元装置が起動したら止める方法はないわよ。カウントが0になる前に必ず脱出して。いいわね。スネーク、吸血狼男って知ってる？いや、知らないな。ある公爵に仕えていた娘が公爵の仕打ちに耐えかねてお屋敷を逃げ出すの。彼女は森で倒れていたところを町の学者夫婦に助けられるけど、やがて男の子を産んで死んでしまう。その男の子には満月の夜ごとに異変が現れて、ついには自分も知らないうちに狼男となって人を殺めるようになっていくわ。愛する人さえ傷つけてしまいそうになる。抑えきれない本能が彼を苦しませるの。気の毒な話だ。自分がやったことに責任が持てないって怖いわね。スネークも軽はずみな行動は避けて慎重にね。だからセーブしてるだろそれだけじゃないわ。確認を怠って敵の目の前に飛び出したり、つい弾やアイテムを使いすぎたりしていない？無意識の行動は危険よ。常に自分や周囲がどういう状態か気を払うようにしてね。あら、スネーク上！なかなかいい反応ね。その調子を忘れないで。まったく。燃料タンクは4つある。チャフを使えばミサイルをかく乱できる。シャゴホットは俺たちがいないとメンテナンスができない。クレーンは上に乗れる。スネーク、エヴァか。私の方は鉄橋への爆弾セットが終わったわ。ここを落とせば敵は追ってこれない。少なくとも時間稼ぎはできるはずよ。脱出ルートも確保した。そっちは？今2つ目が終わったところだ。あともう少しかかる。そう。じゃあ鉄橋で待ってるわ。シャゴホットは大地を踏みしめるものという意味だ。答えろ。シャゴホットは連結部分の装甲が弱い。大佐は電撃を使う。大佐の前でライコフの変装をしたら。今度は逃がさない。少佐、C3 のセットを完了した。今から脱出する。スネーク、急げ。脱出ルートはエヴァ任せか？そうだ。大丈夫か？彼女なら大丈夫だろう。そうか。とにかく脱出を急いでくれ。スネーク！
どうして戻ってきた？この女、地下金庫をうろついていた。捉えてみると面白いものを隠し持っていた。賢者の遺産だ。このマイクロフィルムに遺産の全てが収められている。このフィルムがまさに賢者の遺産そのものなのだ。匂いだ。匂いで分かった。いや、香水ではない。ガソリンの匂いだ。バイク用のな。女にガソリンの匂いが染みついていた。この女がスパイだったとは。連絡用無線機も見つけた。なかなかいい女だった。殺すには惜しい。何でもいいことを聞いたな。私の言いなりだった。そうだな。なんだ、言いたいことでもあるのか。この陰媒が貴様のキスはもういらんわ。気づくべきだった。ソコロフは愛人を囲うような大物ではない。色仕掛けとは KGB の連中のやりそうなことだ。賢者の遺産とは何だ？よかろう。殺す前に教えてやる。先の大戦、米中その真の権力者たちの間に秘密協定があった。枢軸国に勝利し、その後の世界を動かすための協定だ。三国は大戦の勝利を決定づけるため、互いの資産を出し合って、表に出せない様々な裏工作や研究を共同で進めた。原子爆弾、ロケット技術、コブラ部隊。そしてそれらを可能にする莫大な資金。あの大戦をあと5回は繰り返せるほどのな。それが賢者の遺産だ。大戦にけりをつけた後、三国は賢者の遺産を分け合うことになっていた。終戦と同時にベースがドイツの有能な科学者を抱え込んだのもその一環だ。だが我々ソ連は間抜けな他の2国を出し抜いた。莫大な資金、最先端の研究、圧倒的な力、それらは我々にこそふさわしい。私の親父は賢者の遺産管理者の一人だった。終戦の混乱をつき、様々な手段を講じて親父は
ソ連が遺産を独占できるよう図った。莫大な資金もスイス、オーストリア、香港など世界各地の銀行を通じて分散しロンダリングした。その金の流れを記したのがこのマイクロフィルムだ。親父の死後、私はその秘密を知りマイクロフィルムを手に入れた。それらの資金を使ってブレジネフたちと手を組み、このグロズニーグラードとグラーニン設計局を建設した。しかし無能なグラーニンは結果を出せず、フルシチョフの飼い犬ソコロフの技術シャゴホッドが必要になった。グルーに属する私が直接ソコロフの設計局を襲っては後が面倒だ。そこで未だ残る秘密協定のスパイリングを通じてザ・ボスに連絡を取り亡命を進めた。ザ・ボスも私の意志に同調してくれた。世界はもともと一つだったのだ。だが賢者たちの対立により世界は二つに分かたれた。我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに足る絶対的な切り札が。それがシャゴホッド、そしてコブラ部隊だった。